皆さんご機嫌いかが？コーチです。今回は早々のフリーレンから主人公フリーレンの杖をアイロンビーズを使って実物大で作ってみようと思います。作る順番はこちら。実物大なんでちょっと手順が多いですね。使うビーズはこちらのパーラービーズ、それと園芸用の支柱を芯に使います。それでは作っていきましょう。ヘッドを作る。まずは特徴的なヘッドの丸みを再現していきます。いい感じの丸みが出せました。次に魔法石っていうんですかね、真ん中の丸い石、あれを支える細い棒を作ります。お次はこの園芸用の支柱を曲げて芯を作っていきます。この支柱はパイプ型なので曲げすぎると折れちゃうんで慎重に丸めます。直角にくっつける棒は竹ひごを使います。上の部分が出来上がったら2本の支柱をぐるぐるぐるっとまとめて固定します。これで芯の出来上がり。ヘッド部に戻ってアイロンをかけていきます。形が複雑なのでマスキングテープを使います。ここまでできたら次に行きます。ヘッド部は5枚を重ねて立体にする予定なので、残りの外側2層を作っていきます。アイロンがけをして次に行きましょう。真ん中の石の部分を作っていきます。軽量化のために中身のビーズを抜いて空洞を作ったらニコちゃんマークみたいになっちゃいました。今アイロンかけたものすべてでヘッド部のメインパーツが出来上がりました。持ち手を作る。まずは持ち手部分の骨組みを作っていきます。ヘッドと同じ5層にするので5本分作っていきます。横に長いのでマスキングテープで固定してアイロンをかけていきます。これで持ち手の骨組みの出来上がり。ヘッドと持ち手の接合。ヘッドと持ち手の間にビーズを1列並べてアイロンをかけることで接着します。組み立て。まず外側の2層から組み立てていきます。おまけの出っ張り部分を作ります。これはヘッドと持ち手の境界を滑らかに見せるためのパーツです。このおまけの出っ張り部分をヘッドに装着したら、芯を挟んで5層すべてを接着します。次に魔法石を接着したら大まかな形の出来上がりです。持ち手を巻く。ヘッドと持ち手のつなぎ目にあたる太い部分から作っていきます。次に金属っぽいゴールドのパーツを作ります。これをアイロンかけたら上から順番に取り付けていきます。続いて持ち手の外側を作っていきます。持ち手の部分はとっても長くなるのでプレート1枚分ぐらいで分割して作って後でつなげます。つなげるとこんな感じ。あとはひたすら持ち手に巻いていきます。持ち手の下の部分を作っていきます。下の方に広がっていく形を目指していて段差をつけることで表現してみました。持ち手の底に当たる半球みたいな部分を作ります。これらのパーツを差し込んだら持ち手の出来上がりです。先端を作る。先端の栗みたいなやつを作っていきます。栗？どんぐり？持ち手の底と同じように差し込んで出来上がりです。リボンを作る。リボンも横に長いので後でつなげる作戦でいきます。本体に巻く部分は全部同じ面で片面アイロンします。ひらひら垂らす部分は片面ずつ交互にアイロンをかけます。その時つなぎ目だけ両面掛けするとひらひらを作ることができます。これで途中からひらひらするリボンの出来上がりです。それではリボンを巻いていきましょう。少し緩めに本体に巻きつけて立体感を強調します。次にリボンの先端にぶら下がっている金具と小さな魔法石を作っていきます。魔法石はひし形の八面体なんですがちょっと表現が難しいのでデフォルメします。魔法石とリボンをゴールドのパーツに差し込んで仕上げに爪楊枝を塗ったら完成。組み上がってみると実物大は圧巻の大きさですね。ヘッド部のリボンはちゃんと巻いてある形にして先がひらひら動くようになっています。持ち手もぐるっと巻くことでこれ棒だなって感じるような表現にできたかなと思います。リボンは実際に動かすとこんな感じで揺れてくれてリボンっぽさが表現できたかなと思います。案外ちぎれたりとかしなくて結構丈夫です。それでは早速遊んでみましょう。ジュトラジルム。ボールサンド。フリーレン対複製体フリーレンの魔法バトルをパロディしてみました。いや、ゾルトラークしか見せてこなかったフリーレンが超強力魔法をバンバン打つ姿は控えめに言っても最高にかっこいいですよね。
このパロディをしたいがために作ったと言っても過言ではないです。以上、今回の一畳半劇場でした。というわけで、フリーレンの杖実物大を作ることができました。使った袋を数えてみたら10袋以上あって、合計で1万ビーズ以上使った超大作になってました。これだけでかいと1000年以上生きた魔法使いみたいな気分になって、守ってよし飾ってよしの大満足な作品になりましたね。でもパパーレンより娘レンの方が似合っちゃってるのでちょっと悔しいです。まあそりゃそうですよね。楽しんでもらえたら高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。 BGM も僕のオリジナルなので概要欄をチェックしてみてください。それでは良いアイロンビーズライフを。ごきげんよう。